ソドです。今回は漫画最新話ボルト64話について解説&考察をしていきたいと思います。最新話ネタバレ含みますのでご注意ください。前回の63話ではボルトがカーマの解放状態でどうなるのかというところで終わってました。カワキはクソ野郎、証拠りもなくまた出てきやがってと桃式だと思ってます。コードはまだ転生前の単なる器でしかないのに、なぜここまで桃式が出るのかと驚きます。しかしボルトはなんと、もっと離れてろよカワキ、危ねえからと正気を保ったままでいました。ボルトは即座に攻撃を仕掛けていき、コードは思わずなるほど強いとこぼれてしまいます。しかしコードは爪痕で逃れたりと対応しますが、ボルトはもろともせず対応していきます。どういうことだこれは。正気を保ってやがる。いつの間にこんな強いボルトの動きじゃねえ。今までのカーマと桁違いの雰囲気を出していきます。エイダはそれについてアマドが用意した薬の影響ではないかと予測をしていきます。以前のように精神を乗っ取られることなく正気を保ったまま力を支配しているよね。その頃ナルトは仙人モード感知でボルトたちを探していました。そして発見に成功します。鹿丸はクラマの力を失ったお前を黙って行かせるわけにはいかねえ、自殺行為だと言います。鹿丸はサスケはコード捜索でいないから俺が行くと言い出しました。日向も行くと言い出しますが、鹿丸とナルトは当然ですが止めていきます。ナルトは日向に何かあったらヒマはどうすんだと子供の心配もする親のナルト。大丈夫だよねパパ、お兄ちゃんとカワキを連れて絶対無事に戻ってくるよね。ナルトはサスケを連れて帰る時のように強い意志でひまわりを安心させていきます。今の仙人モードは現状どのくらい持つのか聞かれると、昔より相当長く維持できると言います。年の功ってやつでなと言い、鹿丸は心配しますがボルトのところへ向かっていきます。ボルトはその頃爪痕を吸収しようとしますが吸収できずにいました。カワキはこの爪痕はコードの血中にある鉄分で形成されたもので物質であると言います。つうかてめえその状態はなんだ。ボルト自身は分からず薬のせいかと言います。その流れでコードはアマドにもらった薬かと言い、ボルトはなぜそれを知っているかと言います。どちらにしても最高な生贄であると言い、完全な大月化も時間の問題だと言います。その瞬間コードはカワキを捕らえ連れて行こうとしますが、カワキは影分身で抵抗していきます。カワキとボルトはコードを追い詰めていきます。消える螺旋岩も炸裂し、危ないところで回避。やはりコードは食らっても爪痕で逃れていき、厄介な能力であるとボルトも気づいていきます。エイダも危なかったじゃないわよと焦り、これからどうなるのかといったところで、なんとボルトは胸を押さえて苦しみ始めてしまいます。コード、エイダ、カワキは驚きます。カーマ側の半身が力が抜けるようにして倒れ、ここで最新話64話は終了です。ボルトのカーマ解放状態ですが、精神ハーフでもなく完全にボルトの正気のままでいましたよね。桃式が乗っ取った時と同等の力であると見て間違いないです。ただその力を使いこなしているかどうか次第であって、まだボルトは解放初なのでまだです。ただ使いこなせていないにしてもカワキも驚き、コードも強いというほどの力であります。これを将来完璧な状態で使いこなしていると思うと、ボルトがいかに最強かが伝わりますよね。桃式は弱いなど噂みたいなのはありますが、まずそもそも大月である以上最強です。ボルトにカーマをつけるシーンがどうしても必要であり、あの戦闘になっただけであると思います。かぐやよりも強いような口調のシーンもあり、チャクラの実を食べたか食べていないかの違いだろうか。それはともかく別の動画で考察するとして、ボルトがカーマのある半身が力が抜けて倒れましたね。今回は苦しみながら倒れましたが、桃式が乗っ取るときは気絶になったときです。ここでまた乗っ取りであれば、こんな少ないシーンのために正気モードを見せる意味がないです。
それに乗っ取りならまたかと思いそうな展開。今回の回では幾度と薬が出ています。コードやエイダはこの薬のおかげで正気を保てていると思っています。完全な大月化は時間の問題だという発言も今回コードは発していました。そうなるとこの薬は白眼を弱らせるとのことですが、ボルトに飲ませたのはその逆である説です。白眼を強くするものであって、それはつまり大月化を加速するものであると意味します。大月化が近くなったから正気を保てたこと、どういうこととなると思います。カーマを完全に使いこなすときは大月化が完全です。カーマに適合するイコール大月化進行度になるわけです。一式なき今はアマドにとっても最適な時、ボルトを使いカワキを劣等感へ導くためか。ボルトアニョリではボルトのカーマの進行度 100% は一式戦終了後で数週間と言われています。もしかすると薬のせいで、解放したせいで今苦しみ始めているのは大月化が 99% の予感。むしろそこで上眼が開眼し 99% で進行を止め、桃式に乗っ取られず力をキープするのか。どっちにしてもカワキは力のみのカーマで、ボルトは桃式いるので力として残すには上眼が必須です。それに青年ボルトはカーマを広げるまで模様が顔にないのに対して、カワキは顔まで黒の線があります。上眼とともにボルトのカーマは広がるのでリンクしているのは確実。ここでそろそろ開眼間違いなしです。そして今回ナルトがここに駆けつけることがほぼ確実になってしまった件について、そしてなんとサスケがいないというまさかの展開になってしまいましたよね。サスケだけ生き残りナルトが死ぬという土俵が出来上がってしまったと思う人もいるはずです。ただこれは読者に対してのミスリードであると予測していて、ナルトは知りません。理由としてはナルトはひまわりに対して約束をしています。これはナルトの時からそうです。サスケを連れ戻す時など約束を守る時のナルトの表情のシーンがあったからです。ボルトとカワキを連れ戻し、パパも無事であること、ここは守ってくれると思っています。それにこのひまわりの表情ってか顔がなんか可愛いし、安心させたいのもありますよね。結論から言うとコード戦はひとまず終戦します。ナルトたちも無事で帰還することになります。そこで重要なのは帰還後カワキがアマドにお願いしカーマをつけるようなシーンがあること。またボルトが上眼覚醒するためのコード戦であり、カワキ・ボルトが最強になるステップ試合であります。表紙が今回鹿丸であるところと現場に向かっているところからわりかし最重要人物なのか。コードの爪痕と影縛り相性良さそうではありますが、コードって術吸収できたっけかな。ボルトの上眼が開眼しカワキに劣等感を与えるためにナルトがある程度やられます。7代目を守れなかったという劣等感の仕上げに入るので、ナルトファンは騒がないでください。これはボルトであってナルトが来た、ナルトがコードを倒した英雄ではないので、最後逆もしかりで最悪な展開ですが、ボルトが桃式に乗っ取られるというパターンです。気絶でもないのでないとは思いますが、まずはコードは桃式にとって敵なので戦闘し、その後ナルトに敵意を向けて倒しに行くという展開で、カワキは7代目を守れずに劣等感を抱きます。カワキはボルトに対して恨むとかって感じですかね。やっぱりなかなかなさそうですよね。むしろ真っ先にカワキを連れて手の届かないところに行かれたらもう物語的にむずいです。てか鹿丸の影縛りして動けないから吸収でチャクラ回復してボルト目覚めるけど、なんかわからないですけど桃式乗っ取りはなさそうですが、皆さんはどうですかね。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。チャンネル登録、みんなの感想、コメント、考察コメントぜひお待ちしております。